RX93 ニューガンダム。 RX93 ニューガンダムは劇場版機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場し、機動戦士ガンダムの舞台である宇宙世紀において初代主人公のアムロ・レイが宇宙世紀の歴史上劇場版で最後に登場した機体です。作中ではネオジオン総帥として地球を寒冷化させて人類を宇宙へ上げるべくアクシズを落下させようと目論むシャアとの死闘を繰り広げました。今回はそんなニューガンダムについて解説させていただきます。アムロ・レイニューガンダム行きます。まず機動戦士ガンダム逆襲のシャアは富野義行氏によって第1項のシナリオが執筆された後、ガンダム映画化委員会によって審査された結果、映画向けの正確に修正されたものが出来上がりました。この第1項が小説版ベルトーチカ・チルドレン、映画向けが劇場版逆襲のシャアとなります。シナリオとしては小説版と映画版の2つに分かれることになった逆襲のシャアですが、もう一つベルトーチカ・チルドレンではない映画版逆襲のシャアに準拠した小説版逆襲のシャアが存在します。小説版逆襲のシャアには特魔版逆襲のシャアと機動戦士ガンダムハイストリーマーという2つの作品があり、これはアニメ雑誌であるアニメージュに映画公開の1年前まで連載されていた機動戦士ガンダムハイストリーマーに加筆されたもので、どちらの作品もメカニックやキャラクターなどが従来のガンダムのデザインとは大幅に異なったものとなっているものの、ストーリーは映画版逆襲のシャアに準拠した同じ内容の作品となっており、映画の中だけでは説明しきれていなかったニューガンダムの開発秘話が保管されています。逆襲のシャアの世界において在来機種ではネオジオン軍に対抗しきれないという判断のもと、ロンドベル隊は地球連邦軍へニューガンダムを発注しました。そして開発先であるアナハイムエレクトロニクス社の月面フォンブラウン工場を製造場所として確保します。なおサザビーをはじめとしたネオジオンのモビルスーツは同じく月面裏側にあるアナハイムエレクトロニクス社のグラナダ工場で建造されています。映画版逆襲のシャアではアムロが基礎設計をしたニューガンダムはたった3ヶ月で完成したとされていますが、小説版逆襲のシャアではこの詳細が描かれています。ニューガンダム開発にあたってアムロが要求したものは、今までのガンダムの最大平均値とも言うべき数字を取り出し新素材で再設計するというものでした。アナハイムエレクトロニクスにはゼータ計画から培ってきたガンダム開発のノウハウがあったため、アムロはゼータ計画のガンダムたちの能力を最適化したモビルスーツを求めたのです。このアムロのアイデアを取り入れた結果、ゼータ計画のガンダムたちの基本設計がニューガンダムに流用されることになり、ニューガンダムは一から新規で開発する必要がなくなったので、工具の半分以上は流用可能となりました。その結果として製造スピードが速くなったので、アナハイムエレクトロニクス社のモビルスーツ建造工程の技術力の高さも相まって、わずか3ヶ月という短期間で完成させることができました。これが現在ではニューガンダムファーストロットと呼ばれる機体です。なお小説ではアムロはギガズイのことをゼータガンダムのフレームは強度が高いと話しており、さらにネオジオンの攻撃に焦った際にゼータガンダムは用意できないのか、百式も悪いモビルスーツじゃなかったとブライトに注文するほどゼータ系モビルスーツを評価しています。またマスターグレード版の説明書によると、機体の部材はゼータ系モビルスーツのものを使用しているとされています。つまりアムロが基礎設計したニューガンダムとは歴代のアナハイムガンダムたちを最適化し、技術発展によるアップデートが施されたオールラウンダーな機体となっていることがわかります。ちなみにガンダムセンチネルのアナハイムガンダム開発一覧表によると、機体名のニューはアナハイム社内の開発コードとされており、ゼータ計画の原点であるガンマガンダム、すなわちリックディアスから数えて11番目のアナハイムガンダムとされています。僕が基礎設計したニューガンダム、いい調子だ。ニューガンダムにはコックピット脇にサイコミュシステムが搭載されていますが、アムロは敵の脳波を受信することができれば自身の対応をさらに一手早められると考えており、設計段階でサイコミの搭載を提案しています。サイコミはニュータイプの感脳波を受信増幅する装置なので、敵の感脳波を受信することができれば相手の次の行動が予測できるので、敵への対応を早めたり敵機を逃さないということが可能になります。なお
パーフェクトグレードアンリーシュとニューガンダムの説明書では、頭部の両方にバイオセンサーやインコムデバイスといった技術を取り入れた複合センサーが内蔵されているという設定が追加されました。かつて書籍ガンダム MS ヒストリカボリューム4には、ニューガンダムにはバイオセンサーやインコムといった用途を限定した簡易サイコミ的なシステムも採用されているという設定が記載されていたため、パーフェクトグレード版発売にあたり具体的な搭載箇所が明確になったということだと思われます。そもそもニューガンダムはサイコフレームなしでの運用が前提だったので、開発当時はファンネルとインコムどちらでも装備できるように検討されていて、それらを動かすためにバイオセンサーを組み込んでいたということなのかもしれません。敵の脳波をサイコミューで強化して受信できれば対応は早くなるからね。こうしてサイコミ搭載機として開発が進められるニューガンダムは、完成直前シャアが意図的にリークしたサイコフレームをアナハイムエレクトロニクスの素材開発部門経由でオクトバーが受け取ったことで、サイコフレームをコックピット周囲に取り付けることになります。サイコフレームはフレーム内にサイコミュの基礎機能を持つチップを無数に搭載しており、メインプロセッサとなるサイコミュと併用することで感能波の受信量をより増やすことができるようになるものとされていました。しかし実際にはチェーンが持つ T 字型のサイコフレーム資料単体でレズン・シュナイダーが操縦するギラ動画の軌道を読んで撃墜し、アルパージールのビームを無効化するといった現象が確認されていることから、サイコミュと同等の性能が発揮される事例も存在します。またサイコフレームは駆動系に組み込めば操縦桿を動かさなくてもパイロットの意思に反応して機体が動くというものです。ただしサザビーは駆動系にサイコフレームを組み込んでいるので、シャアの意思に基づいてダイレクトに駆動系が作動するのに対し、ニューガンダムは映画や小説によるとコックピット周辺にのみサイコフレームが配置されているため、駆動系の追従性能はサザビーの方が高いとされています。このことから例えばターゲットに向けてライフルの照準を向ける、ビームを撃つといった動作を行う際、頭で考えてからモビルスーツが実際に構えて撃つまでのタイムラグはニューガンダムよりもサザビーの方が早いということだと思われます。ただ実際シャアとアムロは2人とも超反応なので微々たる差なのかもしれません。ニューガンダムは伊達じゃない。なおニューガンダムの開発段階で用いられたサイコフレーム試験機として10番目のガンダムであるニューガンダムと機動戦士ガンダムナラティブに登場したナラティブガンダムが存在します。この3機の開発時期は明確にされていませんが、3機のつながりがわかる内容としてニューガンダムのデザインや詳細は明かされていないものの、ニューガンダムはニューガンダムやナラティブガンダムを経て実用化された機体とされていること、そしてナラティブガンダムはサイコフレーム試験機でありながらニューガンダムと同世代の失敗作とされていること、さらに元々の開発時期はニューガンダムより前で、開発経費上ナラティブガンダムのサイコフレーム技術をニューガンダムファーストロットに組み込んだ機体がニューガンダムという設定を持ちます。これらのことからニューガンダムやナラティブガンダムはもともとニューガンダムファーストロットを開発するための実験機として作り出され、失敗作として放置されていたところをシャアから得たサイコフレームを搭載して再び実験に用いられた機体と考えられます。ニューガンダムは宇宙世紀0093における最強クラスの性能を持った機体とされていますが、歴代ガンダムの最大平均値を取って製造されたことから何か突出した機能を備えているわけではなく、内装火器を極力減らして機体のバランスを考慮した機体になりました。ゼータガンダムのような PT 差は持っておらず、整備性を高めて操縦も容易にすることで実用兵器としてバランスの良い機体に仕上がっています。そのためニューガンダムはスタンダードな武装を揃えています。まず頭部に備えられた 60mm バルカン砲は薬莢方式を採用し、射撃と同時に空薬莢が頭部側面から排出されます。劇中ではミサイルやグレネードなどの迎撃のみならず、ギラ動画の頭部を吹き飛ばすなどアムロの技量もあって高い効果を発揮しています。映画逆襲のシャアの特報版では後にサイコフレーム搭載前の仕様という位置づけになる色違いのニューガンダムが描かれていましたが、最新作閃光のハサウェイキル系の魔女では特報版オマージュでニューガンダムが登場し、薬莢をばらまきながらバルカン砲を撃つシーンが再現されています。
ビームライフルは1988年発売の144分の1番の説明書によると、戦艦の主砲レベルの威力を持つ高出力の射撃だけではなく、バーストセレクターによってマシンガンのような連射方式にも切り替え可能な仕様とされています。ただし近年 X で明かされた映画制作陣の方の話によると、現場では富野監督からニューガンダムの速射は引き金引きっぱなしのフルオートではなく速射ねという指示が飛んでいたようです。そのためフルオートに見えるものの、実はアムロは一発ずつ速射して当てていたという化け物どころではない強さを誇っていたことが判明しています。冗談ではない。宇宙世紀0093当時はエネルギーパック方式が主流となっており、サザビーが持つビームショットライフルなどはこのエネルギーパック方式を採用しています。しかしニューガンダムは機体本体からビームライフルに直接エネルギーを装填するエネルギーキャップ内蔵方式となっています。劇中では長時間連続で使用していたにもかかわらず、サザビーにライフルを破壊されるまで一度もエネルギーダウンになりませんでした。内蔵火器を減らしたがゆえに本体側の出力で十分チャージできたのかもしれません。背面にはニューハイパーバズーカを装備しています。これは最大5発装弾可能な兵装で、連邦軍のモビルスーツ用兵装としては一般的なものですが、有効射程距離の向上や弾頭の変更などの改良を施したものとなっています。劇中ではバックパックにマウントした状態で射出する姿が印象的な武装ですが、このモーションはアムロがオリジナルで作成したもので、技術屋としての側面が垣間見えるものとなっています。またこのバズーカは遠隔操作が可能です。劇中ではコックピット内から有線ワイヤーガンを使った操作で発射し、サザビーのシールドを破壊しています。なお書籍マスターアーカイブニューガンダムではバズーカにサイコミチップを内蔵しているので、パイロットの感能波で遠隔操作可能とされています。この設定に準拠するのであれば、ギュネイ戦でバズーカとシールドを捨てておとりにしてビームライフルで撃墜した場面は、実はライフルを避けられてもバズーカで狙うこともできていたという二段構え戦法になっていたことになります。ちなみにパーフェクトグレードアンリーシュド版の説明書では、あくまでリモートコントロール可能としか書かれていないため、現在の最新設定だと有線でも無線でも置きバズーカ可能と解釈するのが良さそうです。一角銃をモチーフとしたアムロのパーソナルマークがマーキングされたシールドには、ミサイル4発とジェネレータを搭載したビームキャノン1門が搭載されています。威力に関してはHGUC 版の説明書や書籍ガンダム MS ヒストリカボリューム4によると、一年戦争時のビームライフルと同程度とされており、書籍マスターアーカイブニューガンダムでは艦砲に匹敵する効果力とされています。ただし最新のパーフェクトグレードアンリーシュド版説明書では補助兵装とされているため、最新設定では一年戦争時のビームライフル程度の威力と考えるのが良さそうです。劇中ではヤクトローガのファンネルを撃ち落とすのに使用する描写が見られました。バックパック右側にはメインのビームサーベルを搭載。両刃のサーベルを形成することが可能です。また左前腕部には予備のサーベルを搭載と合計2本のビームサーベルを装備しています。この時代のビームサーベルにはオートパワーオン機構が採用されたため、切りかかる際にのみビームが出る仕様で無駄なエネルギー消費を抑えるようになっています。ただ演出の見栄えの問題なのか、以降の年代の作品では基本的に頭身が出続ける演出になっています。マニピュレーターには先端にダミーバルーン発射機を内蔵しています。劇中ではニューガンダム用ダミーが間に合わなかったのか、ギガ髄型を射出してサザビーの動きを一瞬止めていました。また指の付け根には鳥持ちランチャーを内蔵。サザビーの脱出ポッドを捕獲するのに使用しています。背面にはニューガンダムを象徴する武装であるフィンファンネルを6機装備しています。富野監督によるニューガンダムのコンセプトは原点回帰とマントをつけたガンダムとされており、そこからファンネルの基本形状が決まったとされています。そんなフィンファンネルは従来のファンネルと性能面でも大きく異なります。例えばサザビーのファンネルはエナジーキャップと呼ばれるエネルギーのバッテリーを搭載した仕様なので、打ち切ったら回収して再チャージが必要です。しかしフィンファンネルはかつてのエルメスに搭載されていたビットのようにジェネレータを内蔵しており、推進剤さえあれば
長時間の稼働ができる上、威力もヤクト動画のビームライフルを搭載できるほど強力です。ファンネルがなんであんなに持つんだ。フィンファンネルには中央ブロックの四方にスラスターが内蔵されているため、機敏な動きができます。さらに書籍エンターテインメントバイブレさんによると、変形機構をワンバックとして機能させることで推進剤の消費を減らして稼働時間を延ばすこともできるとされています。要するにフィンファンネルを開いて閉じてと繰り返すことで移動に生かすことができるということです。とはいえアニメでそんな無茶苦茶な動きはしないので、映画だと射出してこの字型に変形する一瞬の動きのことを指しているのかもしれません。なお書籍マスターアーカイブニューガンダムでは、実際は端部スラスターのベクトル変更のためにエンドユニットを駆動させているのであって、厳密な意味でのアンバック起動ではないと記述されており、フィンファンネルのアンバック仕様に関して否定されています。君の想像通りだと思う。またニューガンダムを象徴する武装の一つとしてフィンファンネルバリアがあります。これはフィンファンネル5機をピラミッド型に展開した全方位バリアです。ただしあくまでフィンファンネルの出力によって作られたフィールドのため、出力の低いアルパージールのファンネルを防ぐことはできたものの、出力の高い後頭部メガ粒子砲を防ぐことはできませんでした。またフィンファンネルバリアはミノフスキー粒子を圧縮したメガ粒子によって構成されており、ミノフスキー粒子は感能波によって振動するという効果を持ちます。そのため感能波を利用したサイコミュ兵器が展開されたバリアフィールドに接触すると、メガ粒子と感能波の干渉によってパイロットはダメージを受けることになります。劇中ではクエスのファンネルがフィンファンネルバリアに触れた際、クエスが生理的なダメージを受ける様子が描かれています。小説版ではバリアが下方向に延長されておらず、クエスはそれを見逃したという話があるため、下方向にはバリアがないようですが、映画版では下方向からの攻撃を防ぐ描写があるので、完全な全方位バリアになっていると思われます。なお書籍ガンダム MS ヒストリカボリューム4によると、ニュータイプはまるでピアニストが10本の指を1本ずつ意識することなく演奏するかのごとく、サイコミ端末を自在に操作できるようで、中でもフィンファンネルバリアはその座標位置やビーム出力などを全てイメージする必要があるため、アムロの技量がなければ制御できないとされています。確かに例えばドローン5機の3次元座標を常に頭の中で思い描いて操縦すると考えたら、常人にはとてもできない気がしますね。僕だって神様ではない。人として扱ってほしいな。このように非常に強力な兵装として完成したフィンファンネルですが、唯一の欠点がありました。それは再回収できないという点です。書籍ガンダム武器防具伝によると、ニューガンダムが後期を繰り上げて戦場に投入された影響で、一度放出したフィンファンネルを機体に戻すことはできず、実質的に使い捨てになってしまったとされています。この話、映画の描写を見てみると正しいようで、若干疑惑のシーンも存在します。まずファンネル装備で出撃した初戦では、ケイラのリガ髄を救った際に2機使用するもギュネイに撃墜されました。この時背中に残り4機を装着した状態で帰還し、新たに2機を補充。最終戦では再び6機装着して出撃します。当初子供に付き合っていられないアムロはフィンファンネルを使用していませんが、ギュネイのヤクト動画に対して1機射出。次々とヤクト動画のファンネルを撃墜していきます。問題はその次です。前線に突入するニューガンダムの背中を見ると6機装着されています。ちなみにファンネルの開き方は、背面を見て右から2番目と一番左が開いているのが正しいデザインのはずですが、なぜか一番右のファンネルが開いていたりする面白いシーンでもあります。このシーンを見るとファンネルは再回収可能のように見えます。しかし次のバルカンを巻くシーンではファンネルを射出する描写はないのに、背中のファンネルは5枚しかありません。ギラ動画たちを撃墜した後も同じく5枚になっています。次のダミーバルーンを射出するシーンでも5枚です。そして追いついてきたヤクト動画に対して追加で2機を射出。これで空中には3機のフィンファンネルが飛んでいる状態ということになります。次に追いかけてきたジャキに対して背面バズーカを放ちますが、ここでファンネルは3機が見えます。そしてやられる危険性を感じて
追加2枚を射出し、5機でファンネルバリアを形成。背部には1機が残るのみとなりました。射出した5機が破壊される描写はありませんが、そこから先は使用されていないので、バリア形成で一気にエネルギーと推進剤を使い切ったのかもしれません。そして最後の1機がシャアのファンネルと相打ちになり使い切りました。このように一度だけ再回収疑惑のシーンが存在するものの、そのワンカットを除いて再回収されていないことを踏まえると、実は開き方違いで6機が存在するカットが作画ミスで、ニューガンダムのフィンファンネルは再回収できないと解釈しても良さそうに見えます。ただそもそもフィンファンネルは再回収できないという話はガモーレが確認できた範囲だと、2012年発売の武器防具伝以外で記載されている媒体は見つけられませんでした。各種小説、マスターアーカイブ、モビルスーツバイブル第1号、電撃データコレクション、逆襲のシャア編、MS ヒストリカボリューム4、モビルスーツ大全集、逆襲のシャア公式記録全集、モビルスーツ大図鑑パート3、いずれの書籍にも記載されていませんでした。ゲームだと再使用不可能という設定に準拠すると扱いづらくなってしまうからか、基本的に再使用できるようになっていますが、映画設定でも実は再回収できないわけではないという可能性もありそうです。ちなみに先行のハサウェイ・キルケーの魔女で登場したニューガンダムは、クシーがフィンファンネルを2機破壊したような描写がありましたが、その後なくなったはずのファンネルがどこからともなく現れ、再度バックパックに接続されていました。これはハサウェイの空想の世界の出来事だから再回収できただけと考えても良さそうですが、再回収不可という話が最近の書籍で一切触れられていないことも踏まえると、実は現在の最新設定では推進剤補充機能はないものの再装着自体は可能と考えてもいいのかもしれません。人間の知恵はそんなもんだって乗り越えられる。劇中ではニューガンダムは最終的にサザビーとの肉弾戦の末にサイコフレームの発光現象によってアクシズ落下を阻止しましたが、アムロとシャアは消息不明として物語を終えました。ニューガンダムは左右非対称ながら綺麗にまとまったアシンメトリーなデザインが素晴らしいこともあって、今もガンダムファンから根強い人気を誇る機体となっています。情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのか。余談ですが、シャアが言う情けないモビルスーツとはサイコフレームを搭載していないニューガンダムのことを指すのか、それともギガ髄のことを指すのか。ファンの間では長年議論が繰り広げられていました。 PS 版逆襲のシャアではサイコフレーム搭載前のニューガンダムの設計図を見たシャアが情けないモビルスーツに勝っても意味がないと嘆くシーンがあるため、サイコフレーム搭載前のニューガンダムが情けないモビルスーツだと思われましたが、書籍機動戦士ガンダム逆襲のシャア公式記録全集ビヨンドザタイムが発売された際、その中のリガ髄のイメージイラストにシャアにバカにされる機体というコメントが添えられていたことから、制作陣としては情けないモビルスーツとはリガ髄を指していたようです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。